皆さんこんにちは、りょうたです。はい、今回はですね、久しぶりにちょっと動画をね、撮ってるんですけど、今回は、僕が普段どんな仕事をしてるのかっていうのを、密着っていう感じではないんですけど、仕事してる様子を撮ってみたんで、今回はちょっと皆さんに見ていただこうかなと思います。で、本題に入る前に、最近ですね、ショート、切り抜きとかをたくさん上げてるんですけど、前回ですね上げた、こちらの動画があるんですけど、こちらの動画が、ありがたいことに5万回ぐらい5万回近く回りまして、で日本人の方じゃなくて東南アジアとかの方にすごい刺さったみたいでチャンネル登録者数がね200人ぐらい伸びましたね。なんていうんですかね、 Vlog ってよりかはちょっとこう作品みたいな感じに仕上げてみたんで、ロングの方ではあまり再生されなかったんですけど、こうやってショートで切り抜きの方なんですけど、たくさんの方に見ていただけてすごい嬉しいなっていう気持ちでした。はい。このオープニングは後撮りで撮ってるんですけど、この後流れる映像がちょっと設定ミス、照明とかのミスで顔色とか色がおかしくなっちゃってるんですけど、そこはご了承ください。それでは本編どうぞ。で、最初に、僕が仕事を何してるのかっていうと、まずは映像制作をしています。基本的に、カメラを使った仕事が結構多くて、映像制作の他で言うと、SNS のコンサルとかも入らせていただいてまして、コンサルとかは基本的にチームがあるんですけど、そちらのチームの方で、動かしたりみたいな感じで、企画とかもすることがあるんですけど、基本的にはもう投げてまして、だいたい僕の方でするのが写真撮ったりとか、映像を撮ったりっていうことが多いです。実際にどんなことをしているのかっていうのが、この後多分映像で流れると思うので、そちら見ていただければなと思います。で、この後の流れなんですけど、一旦帰ってきたんで、事務処理をまずメールの確認とか、返信したりとか、あと見積書出したりとか、請求書送ったりしないといけないんで、そういう事務処理をしつつ、で、今日、急遽、明日ちょっと撮影に行ってきてほしいっていう風に言われたお店があって、それは SNS コンサルの、SNS コンサル関係のお仕事なんですけど、その関係で明日、撮影に行ってきてほしいっていう風に今日急遽言われたので、ちょっとそれの、明日の下準備とかがあるので、今から進めていきたいと思います。まずは事務処理。さっきもね言った通りで、まずはねメールの確認とか、メール来てたら返信してみたいなことをしていくんですけど、この日はちょっと撮影に行ってまして、帰ってきてチェックする形になっています。ただ外で出てる時とかは携帯の方とかでもメールの確認とか返信はできるようになってますので、なるべくこまめに早く返信はするように心がけています。一旦、請求書、あと見積書、メールの確認、メールの送信が、全部終わったんで、次行くんですけど、次やるのが、明日撮影にお店の方に行くんですけど、その前に、チームの中ですり合わせをするので、インスタとか TikTok とかを使ってリサーチを今からしていきます。こんな感じに撮りたいとか、こういう雰囲気いいんじゃないっていうのをもう大至急ちょっと探します。で、チームでシェアしてで、確認し合うみたいな感じにするので、今からちょっとそれをちょっと急ぎでやっていきます。こんな感じでね、調べていくんですけど、事前に、パープレキシティっていう情報探索がめちゃくちゃ強い AI があるんですけど、そこでね、調べてから取り上げてくれた項目を選んで、こんな感じで各 SNS でさらに細かく調べ上げていきます。チャット GPT よりもね、はるかにリサーチ力があるので、皆さんもぜひ使ってみてください。そしてですね、この後また説明が入るんですけれども、一旦ですね、細かいリサーチの方が終わりまして、チームの方にね、一旦投げております。で、こちら何してるのかと言いますと、過去に僕が撮影したデータを、簡単に編集して、僕が撮影するとこんな感じになりますよっていうのを、またプラスで別でチームに投げております。投げておりますというか、投げる前の段階ですね。これ今編集してる段階ですね。ちょっと早送りでモザイクかかってるんですけど、
こんな感じでやっております。で、共有。今一旦、ポートフォリオって言って、ポートフォリオみたいな、一旦ちょっとチーム内で、こういう動画どうですかっていう、僕の方で撮ったやつをまとめた動画を、今、パパッとつなぎ合わせて作ったので、それを、今ちょっとグループの方に、ちょっと今、送ってみました。明日こんな感じで撮ってみるのどうですかみたいな、そういうね、確認を今ちょっとしてますので、返事待ちです。お疲れ様です。ちょっと送っていただいたやつ今見たんですけど、で、今一旦ですね、チームのみんなが、みんなが調べ上げたリールとか参考になるような動画をみんなで確認し合ったので、最終的に電話で直接、動画こういうのがいいよねとか話し合ったりとか、あとは、海外でですね、バズってるような動画を、再現してみようよみたいな感じで、そのままパクっても面白くないので、ちょっと日本で、回りそうな感じで、アレンジしたりとか、こういうパターンで撮ってみるのも面白いよねみたいな、だから最終的な細かいところの、話し合いを今電話でしてる段階ですね。じゃあそんな感じでちょっと明日撮影行ってきます。はい。すいません、ありがとうございます。一旦、簡単な打ち合わせ終わったので、とりあえず弾丸で明日撮影行ってきます。場所はね、大阪なんで、昼からなんですけど、ちょっと早めに行って、ちょっとリサーチしたりとかしようかなと思います、追加で。で、ここで終わるかと思いきや、本日ラストのお仕事なんですけど、SNS の運用代行もやっておりまして、この日はですね、予約投稿を4つ、投稿しないといけなかったので、寝る前にね、もうパパッと写真と動画と選んで文章を選定して、今作っております。これで一旦今日のお仕事が終わりです。で、ここで僕が普段使っている編集ソフトを紹介したいなと思います。で、まず大きく分けて動画系と写真デザイン系に分かれます。動画編集で使っているのがダヴィンチリゾルブとプレミアになります。まずダヴィンチリゾルブっていう編集ソフトなんですけど、これは映像の色味っていうのをしっかり作り込みたい時に使ってますね。例えば映画っぽい雰囲気にしたりとか、色味を細かく調整したりとか、音のノイズを消したりまで全部できるソフトになってます。もともとカラーグレーディング専用のソフトとして発展してきたんで、色にめちゃくちゃ強いです。で、実際にハリウッドの映画とかにも使われているソフトなので、映像のクオリティを本気で上げたいなって思っている人にはかなりおすすめです。いわば映像を作品に仕上げるための総合スタジオみたいな存在ですね。一方でプレミアはカット編集をね、どんどん進めたい時とか、YouTube 動画をテンポよく量産したい時に今使ってます。操作もね、直感的ですし、で、この後紹介するアフターエフェクトとか、Photoshop と連携できるので、作業スピードを重視するときとかは、プレミアがね、めちゃくちゃ便利です。で、動きのあるね、テロップとかアニメーションを作るときに使うのが、アフターエフェクトって言われるソフトなんですけど、ロゴを動かしたりとか、派手な演出入れたりとか、映像にちょっと魔法をかけるようなことができるソフトですね。プレミアと組み合わせて使うことが多いです。で、写真系だと、まずはね、Photoshop かなと思います。これはね、画像加工の、王様みたいな感じのソフトで、写真のね、不要なものを消したり、合成したり、サムネイルを作ったりと、かなり自由度が高いですね。写真を作り変えることができるようなソフトになってます。で、写真の色味調整がメインなら、ライトルームをね、使います。ローデータをきれいに仕上げたりとか、雰囲気を統一したり、大量の写真を管理するのが得意ですね。写真の色を整える専門家みたいなポジションになってます。最後にキャンバなんですけど、これはね、デザイン初心者でも簡単に使えるツールで、テンプレートが豊富なんで、SNS の投稿画像とか、簡単な資料をサクッと作りたいときに使ってます。例えば、見積書とか、請求書とかは、僕これで作ってます。感覚的にはデザインを手軽に作れるアプリっていう感じですね。今大阪着いたんで、大阪の心斎橋ですね。今着いたのがなので、今駅から歩いてます。あと20分ぐらいで撮影がスタートするんで、1時間っていうね、めっちゃタイトな撮影時間なんですけど、頑張ります。
で、これ撮影する日の、荷物ですね。大体2つぐらいのカバンに収まるんですけど、もうめちゃくちゃ重たいですね。そしてですね、今回撮影させていただくのが、心斎橋にある将軍バーガーというお店になります。まずですね、お店着いたら、店長の方とスタッフの方と、こんな感じで、今回撮らせていただきたいんですっていうのをお伝えした後に、撮影前のね、こんな感じで、機材の準備をしております。今、ジンバルっていうものにね、カメラ載せて、三軸タイプなので、今ちょっと軸を、軸というか調整を今しているところですね。で、これで一旦終わったので、こんな感じで撮影に入っていくんですけど、今回は最初に映像を撮った後に、今こんな感じで完成品の写真をね、撮らせてもらってます。本当にスタッフの方がめちゃくちゃ親切に対応してくださった方で、めちゃくちゃスムーズに撮影がね、できましたので、本当に感謝感謝ですね。ありがとうございました。で、こんな感じで撮影が終わったので、一旦片付けしますが、自分もね、撮影中お腹空いて食べたくなったので、チーズバーガーをいただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。で、撮影が無事に終わったんですけど、帰りにヨドバシカメラによって、メンテナンス用品買ったりとか、あとマイクちょっと欲しかったんで、マイクを買ってきました。ちょうど今のこれ使ってるやつですね。後で映ると思うんですけど、はい、ちょっと嬉しくて電車で眺めてますね、これは。で、この日、電車で行ってたんですけど、最寄りまで車で行ってたので、一旦ちょっと場所移動して、今からするのが、じゃじゃーん。新しくマイク買いました。テストしようかなと思います。すげえ、こんなさ、ちゃんとしたカバンに入ってる。2つ入ってますね。これ、音声入ってるかな？これなんですけど、非常に申し上げにくいんですけど、マイク1個も音拾ってませんでした。まさかのカメラがね、撮ってる音声を聞いて満足しているっていうとんでもない事態が発生していたんですけど、一旦それはちょっとね、置いときます。テスト、マイクテスト。しばらくね、マイク全然使えてない状態で喋ってるんですけど、ちゃんと撮れてるんで、最後まで喋ってるとこ見てください。で、いつもはなんか、このガンタイプのマイクを使ってたんですよ。こういう感じのね、モフモフついてる。これ剥がしたら、こんな感じなんですけど、これを、こう、ノイズとか風の音減らすにこういうのをふさふさつけてるんですけど、これを使ってるとカメラの半径1、2メートルの音とかはめっちゃ綺麗に大きく撮ってくれるんですけど、ちょっと離れちゃうと撮れないんですよね、なかなか。なので、このね、ちゃんとマイク、DJI のマイクを買ってきました。2個あるんで、友達と旅行行ったりとかするときとか、あと仕事で音声撮りたいときとかも、こういう、これちっちゃいマイクなんですけど、これでも十分撮れたりするかなと思うんで、ちょっとこれからこのマイク愛用しようかなと思います。モフモフがなんか2種類あって、今これつけてるやつが黒なんですけど、こんな感じの。こういうちょっとなんか白っぽいグレーの色のやつも入ってて、なんか気分で決めます。適当に。おはようございます。ということで、あれから、次の日に、移ったんですけど、一旦撮影の方は、無事に終わりまして、動画の方でも、先ほどね、言ったんですけど、めちゃくちゃ店員さんのですね、対応というか、めちゃくちゃ丁寧で親切にしてくださいまして、その撮影とかって結構、無茶ぶりお願いしたりとか、もう一回ちょっと撮らせてほしいんですっていうのを、結構な確率で、やらないといけなくて、で、それにもね、本当に無茶なお願いとかもさせてもらったんですけど、めちゃくちゃ嫌な顔一つせず対応していただいて、もうめちゃくちゃスムーズに進行することができたんで、本当にありがたかったです。で、無事に写真も映像の方も無事にいいのが撮れたんで、一応元データっていうか、その編集する前の素材とかは一旦、同じチームの人に送ったので、
一旦今からは、写真の修正とか、レタッチをして、映像の方も、ちょっと、使える動画とか、これ使えへんなみたいになったら、選別だけして、でまたチームの方に投げるっていう形なんで、今からそれを、整理していきたいなと思います。すでにこのマイクはね、もう愛用してます。めちゃくちゃ音質ね、多分いいと思うんですよ。なんかさっき動画で流れてたと思うんですけど、車の中で喋ってたやつは、あれマイク使えてなかったんです。テストテスト、マイクテスト。すいませんでした。よっしゃー。じゃあですね、まずは写真を、昨日ね、取り込んだので、それのちょっとレタッチをね、していきたいなと思います。昨日はですね、撮影時間がだいたい1時間なかったんですよ、実際。なんでかって言ったら、撮影時間実質、その1時間っていう風に伝えられてるんですけど、入って挨拶とか、こんな感じで撮りたいみたいな共有したりとか、撮影する時に、映像撮るってなったらここもう一回お願いしていいですかとか、こういう感じでやってほしいですっていうのを伝えたりする時間とか、写真撮るってなったらその場の環境を整えたりとかするんで、実際撮影できた時間で言うともう本当に40分とかそれぐらいやと思います。でまず写真とかで言うと、これ何枚撮ってるやろ、昨日でだから60枚ぐらい撮ってますね、写真は。で動画の方が42個撮ってます。そうですね、めちゃくちゃ撮れてますね。大体、今回3パターンぐらいの、雰囲気といいますか種類を、提案させてもらって、で、3つ撮りたいっていうふうにお伝えしたので、その動画が作れるような素材を映像の撮影時間でいうと大体25分、細かく言うとそれぐらいでしたね。実際こう撮影のためだけに時間を割いていただいているわけじゃなくて、実際の、営業中とかに営業時間の中でうまく調整していただいているので、お客様のこう対応とかもしていただきながら撮影の対応もしていただいているみたいな感じなので、結構ねシビアですね、その辺は。だいたいね飲食店とかお店の方で撮影するってなったら、そういうのが多いですね。じゃあ今から実際に、写真の修正とか、レタッチをしていきます。あれどっか行ってもらった。例えばハンバーガーを、よりで取った時にめっちゃ細かいところになるんですけど、チーズもうちょっとだけ黄色い方が美味しそうに見えるなとか、テカリの部分とか、っていうのを、修正できたりできるので、そういう細かいところですね、ちょっとでも美味しく、見ていただけれるように修正を、かけていきます。はい。で、写真のレタッチが、終わりましたので、さっきチームに送ったので、一旦ちょっとその仕事は終わりです。で次に、とある病院の紹介映像みたいなものを今、作っておりまして、それを今から、それは動画編集になるんですけど、編集を進めていこうかなと思います。で、ちょっと撮ってなかったんですけど、一旦ね、病院の紹介動画の編集が、終わったんですよ。夕方ぐらいに終わったんですけど、あの後またすぐにですね、連絡が来まして、次の日にどうしても納品したい写真と動画があるので、それを至急編集して、欲しいって言われたので、ちょっと夕方から休憩を少し取りまして、夜からですね、朝の8時ぐらいまでぶっ通しで編集をして、朝にね、無事に納品をしました。あの後でそんなに忙しくなると思ってなかったんで、さすがにちょっとびっくりしたんですけど、こうやってね、フリーで活動してると、そういうこともね、よくあります。はい、ということで、こんな感じでね、僕はいつも普段仕事をしております。いかがだったでしょうか。こう撮影してますっていうと、こうイメージするのが、だいたいこうずっとこう現場に足を運んで、撮影して回るっていうことを、思い浮かべると思うんですけど、もちろんそういうカメラマンさんとかもいらっしゃると思うんですけど、僕の場合は基本的に撮影も行くんですけど、基本的には編集の方が比率的には多くて、見てもらった通り分かると思うんですけど、家で閉じこもって編集するっていうのが結構多いです。こうご覧の通り、結構一人でね、孤独でこう家で編集作業することが多いですね。ただやっぱ
こういうクリエイティブなお仕事してるとやっぱアイデアがすごい必要になってくるので一人で閉じこもってこう作業するとどうしてもこうやっぱり限りがあるので、ちょっとこう環境を変えてカフェで作業したりとか、散歩行ったりとかすると、ちょっとこういいアイデアが出てきたりするんで、そういう感じで僕は一人でね編集作業してます。ちょっと今年はねさらに忙しくなりそうなんですけど、ちょっとめげずに楽しみながらほどほどに頑張っていきたいなと思うので、皆さんも体調に気をつけて無理しない程度に一緒に頑張りましょう。ということで今回の動画終わりたいと思いますので、最後までねもし見てくださった方がいらっしゃれば高評価とあとコメント、あとチャンネル登録もぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。